どうもこんにちは、めやんです。ちょっと喉がカスカス。本日の企画はシリコンバナつけてみた。なんか最近いろいろ見ません？いろんなコスプレメーカーからシリコンバナが出ていることに気づきませんか？ちょいちょい見るんだけど私だけじゃないよな。ということで本日使うものはですね、アシストウィッグのタイプ2のシリコンつけ花を使っていきたいと思います。本当に変わるのかっていうのと、馴染みがどれくらいになるのかっていうのが正直気になる。ちなみに今私メイクしていつものように言ったらメイクしてませんって言おうとしたけど、メイクしてます。で、私の鼻の特徴としては、ちょっとだけシェーディングしてるからあれなんですけど、ここのね、横のラインは自分で気に入ってるぐらいにめっちゃ綺麗。ただ、鼻がないんだよね。この高さがないっていうのと、ちょっと小鼻が広めかな？そんな感じかもしれない。はい、ということで、実際にチャレンジしていきたいと思います。ちなみに使うのは初めて。じゃじゃん。おもろくない？結構全体的に鼻がグッてなるタイプだね。後ろ針やん。みんな気をつけて。私今刺さったわ。普通に危めの針。こんな感じの、なんかね、めっちゃプニプニしてる。すごい柔らかい。超柔らかい。で、このいらない部分はめっちゃ薄めなんだけど、ずっと触りたくなるぐらいの良さだな。超いい。で、これを実際に鼻につけていくんですけど、初めにハサミで切ります。周りの枠はいらないので。で、海外とかでよく見る特殊メイクしてる人たちってさ、こうやってつけて剥がす液みたいなのをよくやってるのを見るじゃん。ここの鼻なじみがいいに越したことないでしょと思って。でも、検索しても出てこないし、検索の仕方もわかんなくてチャット GPT に聞いたの。そしたらなんか日本には売ってないみたいな言い方をされて、もうわからんわと思って。で、あと、このシリコンを溶かすから肌には良くはないみたいな、パッチテストが必要みたいな書いてて、もうめんどくさってなり、そのままハサミで切りたいと思います。楽しみだった、これ使ってみるの。このね、ハサミで切るとさ、境目がめっちゃわかるの嫌ではある、私的に。切りにくすぎて草なんだが。で、アシストさん的には、この周りを残しすぎて切りすぎちゃうと、めくれてくるらしいので、ある程度の範囲で切ってあげるのが、一番の理想なのかなと思ったりはします。この鼻とかだったらさ、パテを使って鼻の高さを出してあげるみたいなのがあったりはするけどね。ちなみにこのハサミは遠征用で持ち歩いてるハサミですね。大きいハサミをさ、めちゃくちゃ切りやすいいいハサミを入れてたんだけど、たまにさ、やらかしで普通に手荷物で持ち歩いた時にハサミ抜き忘れで回収されたことがさ、2、3回あるんだよね。ちょっともったいなくて、そっからはもう100均の安いやつを持ち歩いてます。確かにこれ、ちょっとね、ここめくれてんのわかる？で、薄くて、結構大変かもな。めくれんなよ。普通に舌打ち出そうになる。なんかさ、舌打ちってさ、普段全く出ないんだけど、ふとした時にさ、自分から出る舌打ちにびっくりするんだよね。スプラとかやってたりするとさ、不意打ちに出る自分の舌打ちに、マジか、自分ってなっちゃう。がっつりさ、自分の本性分かった感じがして、鬱にならん。私にそんな一面があったなんて、みたいな。どこまで切っていいか分からんが。まあ、結構切っていっか。見やすいように、こんな感じで切りました。ちょっと雑だけどね。すごい雑だけど、めっちゃ柔らかい。ほら見て。すごく柔らかい。これを鼻につけていきたいんだけど、こんな感じになるってことか。あ、なるほどね。これ一回さ、自分の鼻に事前に当てて確認しといた方がいいかも。なんか鼻が短い人とかだったら、デコまで来るかも。もうデコから自然に高さ出したいんだったらいいと思うんだけど、周りの薄いやつが結構目立つな。想像以上に目立つかもしれん。初めてチャレンジは何もわからんからな。コスプレ始めたてと一緒や。みんな顔テープ引き上げてるけど何してんのあれみたいな。わからんけどやってみるかみたいな感じで始めた私のコスプレの物語なので、今それに近しいものをすごく感じています。私はね、結構日本人、アジア強め、黄身が強めの肌をしているので、このジグロってのも相まって。肌が白い人には合うのかな。今見てる限り結構浮くもんな、これ。
で、つけるのは基本つけまのりでいい気がしてる。こちら D アップのつけまつげのりですね。バカこれ粘着強いから本当に。もうこれ最強だから。けど、推奨されてたこちらでいきます。フェイスグルーですね。アシストウィッグから出てる。これは何かというと、このウィッグの毛を風吹いた時とかにビューってならないように、ちゃんと顔に接着させるためのグルーですね。のりですね。アラビックヤマトとかでやってる方が多いとは思うんですけど、こちらめちゃくちゃ粘着強くて、ちゃんとくっつくので、今回はこちらでいきます。これ毎回さ、乾いてさ、回んないんだよね、この玉が。わかる？文句しか言ってないけど。大丈夫そう？これやるとさ、毎回固まってて、あんま使う頻度が多くないってのもありはすると思うんだけど、毎回乾ききっててさ、こうやってやるたびに手汚すのがめっちゃ嫌。これをここにぬりぬりしてこう。ちなみに今の私の花がこれですね。これをつけるぞ。剥がれないようにちゃんと横まで。玉が回らんが大丈夫か。花に装着と。この鼻先合わせて、おもろ。見慣れない光景すぎてちょっと笑っちゃうんだけど、鼻先のカーブは自分の鼻のカーブと綺麗にぴったり合わせた状態で上にグッグってやってます。で、つけた状態がこんな感じ。変わるかな？結構鼻の眉間の部分まであるから、ちゃんとここの高さ自体は出てそう。けど、ここか。ここの横までがっつりやっぱ糊は塗らないと浮きの原因とか剥がれの原因になっちゃうかも。その分劣化は激しそうだけど、やっぱフェイスグルー強いだけあって、この2、3分しか経ってないけど、なんかすぐ剥がれそうとかは一切ないかも。いいのでは。では、実際にこれをちょっと馴染ませていこうと思う。私がいつも使ってるファンデーションですね。肌にのせていきます。結構がっつりのせないと色が変わってくれないかも。元のシリコンの花が薄いから。逆に言い換えるといろんな花には染まってくれやすそうではあるけどな。よく思いつくよな、こういうの。結構塗ったけど、やっぱ気はするな。つけてるな感は否めないな。違和感はあるかも。いつも地肌に塗る3倍ぐらい今、液を染み込ませてつけたんですが、さっきより浮きはなくなったよね。から、サトル。私がいつも使ってる EX4 番、ケイトのアイブロウですね。こちらの、真ん中と、ちょっと濃い色も混ぜつつ、陰影を、つけて正直変わるか変わんないかわからんが、気持ち程度つけてみるか。ただ、なんか、触った感じ、このシリコンがファンデーションを吸収して、ベタベタする感はあるかも。っていうのと、あと、シェーディング系パウダーを入れると、シリコンなので、肌みたいにぼかすことがしにくいかもしれない。だったら、めっちゃ薄い色とかで、地道に調整した方がいいかも。軽く今入れたけど、入れない方がいいのか？これにハイライトとかさ、乗るのか？乗るわ。MAC の一番ラメが少なめなんだけど。わかるかな？乗りますわ。ちゃんと乗る。で、ボケにくい。キャンメイクとかセザンヌとかのバチバチラメつけたら結構大変なことになると思うのでお気をつけようって感じ。あとはもうここの根元をちょっとでも押さえて、くっつけってしつつ、コンシーラーとかで馴染ませてもいいと思うけど、逆になんか悪目立ちしそうなんだよな。だったら、なんかファンデーションだけでもいい気はしてる。こんな感じでございます。なかなかにいいんじゃない？今さ、秒速で加工アプリで撮ってみていい？あくまでこれって日常使いしないからさ、コスプレするため、キャラに近づくために鼻を使って、整形級メイクみたいなのをやる目的であって、動画撮るとか人前に出るとかだったら向いてないかもしれないけど、画像の中だけで事済ませるんだったらいいと思う。いや、これやっぱちょっと強めに押さえといた方がいいかもな。横が浮くな。ちゃんと乗り付けないと。ここから撮る分にはめっちゃ馴染んでるんだけど、ここがね、結構浮いてんだよね。ノリが足りてなくて。か、切る範囲が広すぎたのかわかんないけど、多分画像で見てもらったら伝わるかも。こっちがめっちゃ馴染んでて、こっち
ちがちょっと馴染みが悪いパターンで、こちらがユーライクで撮った肌加工ありで、ほうれい線消しありで載せたもので、この周りと、あとここぐらいまでシワ消し加工を使って薄くして馴染ませたのがこちらです。で、肌の色を明るくすると馴染みやすくなってきたかなって感じ。ただ、この肌の色を正直一番濃くしたとて鼻はやっぱ浮く気がする。自分の鼻に見慣れてないっていうのもね、正直あるんだけど、メイクでこのノーズシャドウを変更してあげる。今やったのが男性のリシェイプとかなんだけど、そういうので、加工前提でめちゃくちゃレタッチを強めにしたら馴染むのかなって感じ。あと、追加で肌磨き入れてより馴染ませる。やっぱここはさ、人間の肌と違って、なんて言うんだろう。リアルな質感をしてないので、その分浮きやすくはなっちゃうから。ってのはあるかも。あと、加工しててすごく思ったのが、やっぱここにさ、光がすごく集中するので。で、かつ、ここが馴染みきってないから、多分画面越しでも見てわかる通り、この鼻だけがすごいストーンってしてんの。鼻先までがめっちゃ強く印象残ってるから、もっとリアル感出したいんだったら、この鼻先のギリギリまでノーズシャドウ入れてあげるとか、浮き立ちを薄めにしてあげるっていうかさ、普通にこれさ、もう塗ってもいいんじゃないのってぐらいにさ、鼻が浮くから置いて色つけてんだけど、よりなんか鼻先がシュッとなっていいんじゃないかなってなる。これあくまでこの鼻先伸びただけだからさ、この小鼻、鼻先キュッてしたいんだったらシェーディングもちょっと強めに入れてあげたりみたいな感覚は必要かもしれないですね。けど面白い。なんか試してみたかったからさ、こんな感じです。いかがだったでしょうか。鼻にコンプレックスがある方とかももちろんいらっしゃると思うので、こういったアイテムを使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。よかったら参考にしてみてください。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、各種 SNS のチェックまでお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。